はようございます。ロンドンの朝です。ロンドンが晴れているというのはなかなか運がいいですね。今何をしているのかというとですね、この鍵を受付に返しに行っているんですが、泊まったホテルからね、受付が800メートルくらい離れているという、すごく歩かなきゃいけない仕様です。いや、800メートル先に受付があるっていうのはなかなかね、初めての経験です。で、いくらかかったかと言いますと、日本円で1万8000円くらいなんで、1万8000円払ってそんだけのサービスかというふうに思いまして、今回のホテルは紹介しません。ロンドン自体物価がめちゃくちゃ高いんで、多分さっき泊まったホテルが悪いとかじゃなくって、どこもそうなんじゃないかな。鍵を返却することはできましたので、朝ごはんを食べに行きます。喫茶店くらいあるだろうというふうに思って歩いてきたら、もうトラファルガー広場に着いてしまった。トラファルガー広場のすぐ近くにあった喫茶店に入りました。これが番号札の役割をしているようなんですが、ライオンの像の形です。トラファルガー広場にいるライオンの像をモチーフにしているんでしょう。こちらが本日の朝ごはんです。ベーコンエッグハンバーガーみたいな、そんな感じでしょうか。日本ではハンバーガーといったら手で食べるのが普通なんですが、ヨーロッパはナイフとフォークが置いてあるんですよね。これが一般的なんでしょうか。よくわかりません。朝ごはんとしてはこのくらいの量がちょうどいいんじゃないかなという風な量です。イギリスはご飯が美味しくないっていうけど、全然そんなことないんですよね。僕は結構好きで美味しいと思いますよ。こちらがイギリスの首都ロンドンの中心地であるトラファルガー広場です。トラファルガーの海戦で活躍したネルソン提督、その銅像じゃないか、あれ石像ですね。石像がここに飾られています。確かトラファルガーの海戦で勝ったことを記念して作ったみたいな、そんな感じだったと思いますが、このね、下の方にいるライオン、これが日本の三越に飾られているライオンの原型です。まさにロンドンらしい光景が広がっています。奥の方に見えているのがビッグベンです。国会議事堂ですね。このトラファルガー広場からずっと進んでいくこの道なんですが、この道がですね、ホワイトホールというふうに言いまして、だいたいイギリスの国の行政の中心地というふうに思ったらいいかなというふうに思います。何があるかなというのを見ていきますと、これ外務省ですね。他には警視庁、国防省、そんな感じでいろんなものがこの周辺にあります。こちらが世界の海を制した大英帝国の海軍の本部があった場所。地図を見る限りでは、ここは近衛兵の騎兵隊がいた場所のようです。この建物が国防省なんですが、その国防省の横に銅像があります。下の方を見てみるとモンティというふうに書いてありましてですね、これは愛称なんですが、本名は、バーナード・モントゴメリーというふうな、そういった人物で、陸軍のお偉いさんです。第二次世界大戦のヨーロッパ戦線で大活躍をした人物。結構守りが強い将軍として知られていまして、いろんなことを考え抜いた挙句に計画を立てて、そしてやっと動くというふうな人物だったので、弱腰に見えるところもありましたが、実際にはね、兵たちからは結構人気があったようです。大体戦争の話になりますと、結構注目されるのがそういった将軍とか、あとは国のトップとか、そういった場所なんですけれども、このロンドンにいた人々も同じように戦っていますので、ここにザ・ウーマン・オブ・ワールド・ウォー2というふうに書いてありまして、第二次世界大戦で女性も戦ったんだということがここに石碑として記念されています。戦争で男の人が戦場に行きますと、国に残るのはやっぱり女の人ばっかりですので、じゃあ弾薬とかいろんな武装とかそういったものは作るの誰なんだというふうな話になります。そういったところで国を後ろから支えていたのが女性たちでした。ここにはすごい厳重に警備されていて、一般人が通れないような道があるんですが、この道がですね、ダウニングストリートというふうに言いまして、ここにイギリスの首相官邸があります。そのダウニングストリートの右側にあるのが内閣府で、左側にあるこの建物が外務省、そして奥にあるこちら見えますかね、あちらにある建物がですね、確か昔は、大蔵省だったかな。第二次世界大戦期のイギリスの英雄を名前挙げてくださいというふうに言われたら絶対に名前が上がってくるのがこのウィンストン・チャーチルです。彼は当時の首相ですので、先ほど見ていたあちらにあるダウニングストリートにある首相官邸に住んでいました。で、実際にはですね、そこがお家なわけですけれども、この周辺で政治が行われていたということになりますので、第二次世界大戦中に戦争を指導していた場所というのがこの辺りです。そんなウィンストン・チャーチルの銅像がこのすぐ近くにあります。
こちらがビッグベンですが、このビッグベンのすぐ近くですね、ウィンストン・チャーチルはですね、第二次世界大戦が始まった当初は首相ではありませんでした。開戦当時の首相というのはこのチェンバレンという人物です。当時のヨーロッパではドイツという国がすごく力を持っていきまして、で勢力を拡大している、そんな状況だったので、イギリスの首相ネビル・チェンバレンはドイツをなんとかなだめて戦争には行かないようにしていこうというふうに考えていました。しかしそれは裏を返せばドイツの主張を飲んでいくという話になります。調子に乗ったヒトラーはどんどん勢いを増していきまして、最終的に第二次世界大戦を引き起こすんです。第二次世界大戦が始まってすぐにネビル・チェンバレンは辞任しますので、その後を継いだのがこのチャーチルでした。当時のチャーチルは66歳という高齢なんですが、彼の下で、このイギリスはですね、戦勝国へとなっていきます。ヨーロッパの中で一度もドイツに占領されなかった国というのはですね、このイギリスだけです。当時のドイツは電撃戦と呼ばれる地上部隊とそして航空部隊が連携し合って、で一気に敵をやっつけるみたいな、そんな感じの戦いがすごく有名で力を持っていたんですけれども、実はですね、このイギリスにはそれが効きませんでした。なぜかと言いますと、ここに海があるからです。海があったらね、地上部隊が動くことができませんので、とにかくドイツはこっちのイギリスをやっつけるためにはこの海を渡る必要があるんです。そこでヒトラーはこう考えます。海を安全に渡ってイギリスに上陸するためにはイギリスまでの空を抑えなければいけない。こうして現在僕がいるイギリスにドイツからたくさんの飛行機がやってくるようになります。当然チャーチルもそれを放っておくわけがありません。こうしてドイツとイギリスの間で航空戦が始まっていきます。これがバトル・オブ・ブリテンです。このビッグベンのすぐ近くにあるテムズ川、現在僕が見ているこの川なんですが、この川沿いにバトル・オブ・ブリテンを記念した像があるんです。向こうの方に歩いていけばそれが見えてきますので、歩いていきましょう。向こうに見えているのが有名な観覧車ロンドンアイなんですけれども、そのちょうどですね、対岸にあるこの場所に第二次世界大戦期に起こったバトル・オブ・ブリテンの記念碑があります。下の方を見てみるとバトル・オブ・ブリテンというふうに書いてあるんですが、いろんな場面をここに表現していますので、ちょっと見ていきましょうか。これは出動前の休憩中のパイロットの様子ですね。こんな感じで犬を飼っていた人もいたようで、その犬がいるから帰ってきたいなというふうに思うようなこともあったというふうに聞いたことがあります。でこっちの方を見てみますと、双眼鏡でいろんなものを探している人々がいるんですが、これ何かと言いますと、このイギリスの南側の沿岸部に偵察というか監視の人々を配置しておきまして、で向こうから、ドイツの空軍がやってきたというふうになりますと連絡が入るようにしていたんです。そんな人々の多くは一般人であったり女性だったりしました。これ昨日の夜にちょっとだけ見えたと思いますが、白い崖ですね。バトル・オブ・ブリテンで一番有名なのはですね、だいたいパイロットだと思うんですけれども、パイロットだけでは戦うことはできません。このように彼らが何しているかと言いますと、こんな風にね、肩に銃弾がくっついているというかかけているの分かるかと思います。彼らは整備士ですね。そのようにいろんな人々が支えていた中で合図がかかりますと、このようにパイロットはもう一目散に駆け出して出撃していきます。で横にありますのが空中戦の様子だと思うんですけれど、ここにね丸が書いてあるの分かりますかね。これがイギリスの飛行機というふうに思ってくれればいいんですが、だいたいスピットファイヤーかなと思います。イギリスの当時最先端の飛行機がおそらくこちらで、この大きい顔はそのパイロットかなと思うんですが、よく見てみると後ろには敵の飛行機が追撃してるんですね。おそらくドイツの戦闘機である、メッサーシュミットでしょう。そして横の方を見てみると、こっちも同じように戦闘のシーンがあり、上の方には女性の像がたくさん並んでいます。多分これは国内で帰りを待っている女性、そして、ロンドンの市内から上を見ている、そんな感じの光景が広がっているんでしょうが、横にはですね割と余裕そうな男性がいるんですが、これは場面が変わりまして、先輩のパイロットからいろんな情報を聞いてで教えてもらっているシーンだそうです。裏側にはこのようにたくさんの人々の名前が連なっていますので、おそらくですがこのバトル・オブ・ブリテンで犠牲になった人々でしょう。オーストラリアはイギリスの植民地だった過去がありますので、
当然ですがイギリス側についています。ここですね。だからオーストラリアからも犠牲者が出ているんでしょう。他にもここにベルギーというふうに書いてありますが、ベルギーはですねすぐにドイツに占領されてしまいましたので、このイギリスに逃げてきた人々が戦ったということでしょう。バトル・オブ・ブリテンが始まった当初、ドイツ空軍はイギリスの軍施設を爆撃していくというふうな方針をとっていました。しかしですね、一度このロンドンに手違いで爆弾が落ちてしまったということで、それを聞いたチャーチルはもう激怒します。もうその日の次の日にはですね、よし、じゃあそんならドイツがうちの首都をやっつけてくるんだったら俺たちもドイツの首都をやっつけるぞと言ってベルリンに爆撃を行います。こうやってドイツとイギリスの間で都市の爆撃が始まっていきます。で、さっき見ていたのはあっち側だったんですけれど、どうもねこっち側に続きがあります。それが都市の爆撃が始まった後の様子のようです。このロンドンに対する爆撃が始まりますとですね、当然ですが国民たちは地下に隠れていきます。これが大体その頃の様子なんですが、地下に防空壕のようなものを作っておりまして、で上空を眺めている様子です。上空ではこのように、ドイツ空軍とイギリス空軍が空中戦を行っているんですが、地上からねその空軍を支援するということも行われています。彼らが持っているこの砲弾ですが、地上から空中の敵を撃つという風な対空砲ですね。ここに少しあるな。そういったものでイギリスの国民は対抗していきます。またこちら横見てみますと、ここも女性のエリアですね。女性は、男性がいなくなった後にこのイギリス国内でたくさんの労働力として働いていくようになります。ここに映っている様子としては飛行機を作っている様子ですが、他ないかな。ないですね。本来であればこのロンドンの市内である、地下鉄の操縦士、あとはバスの操縦士、いろんな職業が女性によって取って代わられたというふうな感じなんで、第二次世界大戦は女性の進出も引き起こしています。横を見てみるとこれは戦闘の様子でしょうね。おそらく手前側がイギリスの兵士で、奥の方がドイツの兵士でしょう。でここに太陽がありますが、空中戦というのはですね、やはり太陽の光をうまく活用すれば勝ちやすいんですよ。この光の方に目を向けると眩しいですので、こっちの方、つまりは、敵の背後を取る形でその後ろにさらに太陽があるというふうな状態であれば敵から見つかりにくいというふうな感じなんですが、見た感じ結構これイギリス軍のピンチなシーンでしょうね。で横を見てみると、これは、ロンドンにありますセントポール大聖堂といった大聖堂なんですが、これはね、ちょっとだけ時期が違うかなと思います。このバトル・オブ・ブリテンが終わったというか、終わりがあんまりしっかりは分かっていないんですけれども、ちょっとだけ時期がずれていまして、セントポール大聖堂が爆撃を受けて燃えているシーンだと思われます。で横を見てみると、シャベルを持ってるな。他にも、この人たちもなんか土を掘ってるっぽく見えるし、ここには救助されている人々がいます。おそらく爆撃の後に、煙がもくもく上がっている瓦礫の中から人々を、救っている、そんなシーンだと思われます。で横を見てみると、さすがイギリスらしいですね。お茶を入れているところです。戦時中もこのようにイギリス国民としての、精神性を忘れないようにずっとお茶を入れていた、もう本当に国民全員で戦っていたということを象徴するような場面です。おそらくこのガスマスク1人だけつけていますが、なんかリボンつけていることからも分かる通り、多分子供でしょうね。この記念碑の下には文字が書かれていまして、 Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few と書かれています。誰の言葉かと言いますと、ウィンストン・チャーチル。綺麗な和訳として有名なのが、人類の闘争で核も多数の人間が核も少数の人間の恩恵を受けたことはかつてなかったという訳です。このバトル・オブ・ブリテンで少数の人間、つまりイギリス空軍が本当にね、イギリス人だけを救ったわけではなく、世界中の人々、連合国の人々を救ったのだという言葉です。実際ドイツはね、もうほとんどヨーロッパ全域を支配するみたいな、そんな感じの勢いになっていまして、でイギリスだけが連合軍として戦っていた、そんな状況でした。当時のアメリカは国内で
ちょっと戦争に参入するのはやめようよみたいな、そんな感じの反応が多かったので、もう頑張ってイギリスがどうにかしてアメリカに味方になってくれというふうに説得している状況です。そんなチャーチルが第二次世界大戦中に戦争を指導していた場所というのがこのイギリス・ロンドンには現在も残っています。そこに向かっていきましょう。ダウニングストリートの目の前にやってきました。チャーチルもこの首相官邸に住んでいたわけですが、執務室はですね、この建物の向こう側にあります。以前第一次世界大戦の勉強をするためにこのイギリスにやってきた時もそのチャーチル執務室に行ったんですが、当時はそんなに第二次世界大戦の勉強をしていませんでしたので、分かることもあれば分かんないこともあるみたいな、そんな感じで展示を見ていったんですが、おそらく今回は結構勉強してきたので分かることが多いと思います。執務室が向こうというふうに言ったけど、正確には向こうではなく入り口が向こうにあるだけで、執務室自体は確かね、この建物の地下にあったはずです。この銅像の階段の横にあるこれが入り口なんですが、予約もできるんですけどね、僕予約が嫌いすぎて今日もしていません。運よく誰も並んでいなかったのでスムーズに入ることができました。現在でもこのウィンストン・チャーチルはイギリス国民の尊敬を集めています。階段を降りて地下に入っていきます。中に入ると電話のような機械を渡されます。1を押して再生ボタンを押すとこのように1番の説明が流れる機械です。第二次世界大戦中はこのような地下壕をですね、どの国も作っていまして、ドイツには相当地下壕がありますし、日本には結局使われることはありませんでしたが、松代大本営があります。空襲警報が鳴ったら地下に潜っていくという様子は世界各国同じようです。このロンドンもドイツからの空爆をたくさん受けましたので、消火活動が行われています。そのような危険な状況でもチャーチルはこのロンドンに残ってロンドン市民たちを励まし続けていったのです。入ってすぐに見えてくるこのお部屋が第二次世界大戦の戦争中に使われていた会議室です。たくさん椅子が並んでいますが、ここに座っていた人々はチャーチル内閣の閣僚たちです。そしてここの3つの椅子が陸軍、海軍、空軍のトップが座っていた椅子で、中央の丸い椅子がチャーチルが座っていた椅子。これはなんだと思って見てみたんですが、どうやらボーア戦争の際にビクトリア女王が発した言葉ということなんで、第二次世界大戦とは関係ないだろうなという風な感じ。なんでここに置いてあるのかはちょっと分かりません。使われていた当時そのままの様子がここに保存されているんですが、先に進んでいきますと床にね、階段があります。空襲中はここで寝泊まりしていたようです。こちらが先ほど見ていた閣議室の入り口なんですが、このように兵隊さんが会議中は守っていたようです。当然ね、この中では機密情報が行き来していますので、限られた人しか入れなかったでしょう。見ていてわかると思いますが、結構ね、暗いです。現在僕がいるのは地下なので当然ですが窓はありません。戦争中はこのように地下でずっと過ごしていたら地上の天気がどうなっているのかというのが分からなくなります。ということでその天気を伝えるものがここにあるんですが、現在書いてあるのを読んでみる限りでは今、晴れていてあったかいというふうに書かれています。上にはプライムミニスターと書かれていまして、首相という意味です。チャーチルは静かな環境を好んでいたようで、クワイエットプリーズというふうに書かれています。ここが首相の秘書が控えていた場所でして、この部屋を通って首相の部屋に入るという構造になっていました。ここにあるのは現在のマレーシアやシンガポールがあるマレー半島の地図ですが、イギリスは東南アジアに植民地を持っていましたので、南方に進んでいく日本と戦うことになります。この頃に Google マップなんかありませんので、地図という情報はものすごく大切だったようです。先ほど地上の天気を知るために下の方で看板を動かしていたという話をしましたが、ここには地上の様子を知るための警報信号というのがどういった意味を表しているのかというものが書かれています。左側が意味で右側がシグナルというふうに書いてありますので、例えば何も鳴っていないけれど外でサイレンが鳴っている場合は、レッドアラートですよとか、見た感じこの対象表を覚えるというのは難しそうに見えるんですが、おそらくここで生活していたら自然と身につくんでしょう。横にはマップルームと書かれていまして、これはですね後から行くんですが地図の部屋です。この地下壕の中にはチャーチルが使える電話の部屋というのがありまして、もともとここはですね掃除用具を入れる小部屋だったんですが、そこを改造して秘密の電話室を設けました。ここにいるのがチャーチルで電話をしています。
相手はアメリカのルーズベルト大統領です。ハッキングで傍受するなんてことはできないような技術が使われておりまして、この電話はアメリカのワシントンにありますホワイトハウスにつながっていました。今まで見てきたのが実際に使われていた場所なんですが、内部にはチャーチルミュージアムといってウィンストン・チャーチルに関する博物館もあります。内容としてはウィンストン・チャーチルの生涯を追っていくみたいな感じのものなんですが、当時の映像が使われていたり、当時のものが展示されたりしています。中にはチャーチルの私物も展示されていますので、興味がある方はですね、ここも楽しめると思います。それではチャーチル博物館を出まして、再び内閣執務室に戻っていきます。偉い人なんかはこんな感じで自分の部屋を持てたようです。いろんな人の部屋があるんですが、ここは誰の部屋だと思って見てみたら、ブレンダン・ブラッケンというふうに書かれています。これは当時の情報大臣のお部屋です。そして何やら今までとはちょっとね、雰囲気が違う部屋にやってきたんですが、ここに書かれている文字を見てみると、1944年の夏、参謀長たちはこの部屋に集まり、イギリスに対する新たな脅威について話し合いました。ドイツの V1 飛行爆弾は数千人を殺害し、イギリスの民間人を恐怖に陥れたのです。参謀長たちはこれらの攻撃にどう対応するかを議論しましたというふうに書かれています。簡単に言うと V1 飛行爆弾というのは世界初のミサイルというふうに思ってもらったらいいと思います。In June 1944, Germany began devastating attacks on Britain using its new P-1 flying bombs. The flying bombs came over randomly at any time of the day or night, terrifying civilians. On the evening of the 5th of July, the chiefs of staff met to discuss a proposal from Churchill on how to react to the bomb attacks. 2 days ago, at the War Cabinet, we learned that flying bombs had killed or seriously wounded 7,400 people and reduced London's factory output by a quarter. Prime Minister feels bombs have no military purpose and are an indiscriminate attack on the British people. He proposes we publish a list of 100 small German towns and announce our intention to destroy them one by one unless flying bombs stop. He's asked us to consider this and report back. I believe that there are strong arguments in favour of this. For months, nearly half our aircraft have been focused on attacking the flying bomb factories and launch sites. Some of these aircraft could be diverted to attack German towns in retaliation instead. If this works... I'm sorry, I don't believe it would work. Flying bombs are the Germans' only means of attacking the morale of this country, so I think they will stop. Nevertheless, could the threat of retaliation have some effect? Heavy attacks on small towns might break Germany's morale, forcing its leaders to abandon the flying bombs. I'm afraid I cannot agree with you. The Germans know ending flying bomb attacks would allow us to redeploy our bombers to other key targets. The threat of reprisals would simply prove the flying bombs were achieving success. The Prime Minister is concerned that London and the South East is being badly hit. He wants us to be seen to be striking back at the enemy as hard as we can. Surely, it would be better to attack these towns without warning, rather than publish a list. Your chance might divert us into an escalating campaign of reprisal. And there is a grave risk. These reprisals could lead to the Germans shooting our captured aircraft in retaliation. We should just continue our attacks on German industrial targets in major cities, which directly affects Germany's ability to carry on the war. Well, I remain convinced that reprisal attacks could effectively damage Germany's war effort. I accept that perhaps now is not the right time. Right, well, whilst it's clear we're not entirely in agreement, I do believe we have reached a consensus. I therefore propose and we tell Germans to 1. We do not feel that attacks on small German towns should be undertaken at this time, but 2.
The time might come when an all-out attack on German civilians in this way could achieve significant results. You agreed? Yes. Thank you. And on that note, I close the meeting. Winston Churchill accepted the Chiefs of Staff's recommendation. No reprisal raids were undertaken. The flying bomb attacks continued for 9 more months until March 1945, when the Allied armies in northwest Europe finally advanced far enough to stop them. 今の話の内容はバトル・オブ・ブリテンとはまた別の時期のお話でして、第二次世界大戦が終わりに近づいてきている頃の話です。現在見えているこの場所はキッチンですね。地下にいるにもかかわらずこんな感じで火を使えていたようです。上には排気口があります。奥に進んでいきますと、これまでの部屋と比べて大きな部屋が出てきます。多分ですが現在は改修の後にイベントスペースとして使われているようでして、奥の方には電気関連のものが見えますので、当時のものが残っていて電力供給が行われていた部屋のようです。現在僕がいるロンドン中心地の模型がありました。僕がいるチャーチルウォールームというのはここにあります。この赤い場所というのがですね、爆弾が着弾した場所。そのような爆弾に耐えられるように、これは横の壁をですね見上げている様子なんですが、鉄骨や分厚いコンクリートでこの地下壕は守られていました。バトル・オブ・ブリテンを扱ったウィンストン・チャーチルといった映画があるんですが、現在見ているこのタイプルームはその映画にも出てきていました。もしもこの内閣執務室に行く予定があるんだけれど、その映画まだ見たことがないという人はね、ぜひ見ていってください。この部屋が使われていた当時の様子がものすごく分かりやすく表現されています。中には当時の機密情報といえるものがたくさん飾られています。これは、食品の物価がどんどん上昇していく様子ですかね。下の方を見てみるとフィッシュ、ベーコン、そんなものが書いてありまして、どんどん年を追っていくごとに物価が上がっている様子が見えます。当然我々一般人が戦時中に見ることができないような情報ばかりです。そして先ほど後から行きますよというふうに言っていたマップルームに到着です。現在見ているのはイギリスがありますので、ヨーロッパ周辺の地図が大きく貼られているんですが、前線がねこのように表現されているのがわかると思います。世界中から情報が集まってきて、現在の世界の最前線というのがどのような状況になっているのかというのが分かるようになっていたんです。こちらはドイツの首都ベルリンですね。おそらく第二次世界大戦が終わりに近づいている頃の地図でしょう。新しい情報が入ってきてこの地図を更新していく、そのような様子も蝋人形を使って再現されています。これは南米と北米、そしてこの辺りがヨーロッパです。本当に壁一面に地図が貼られているこの部屋なんですが、この部屋は執務室が開かれた初日から使われ、日本が降伏した翌日に閉鎖されたそのような部屋なんですが、この部屋を一般公開に向けて準備をしている時に机の引き出しに隠されていた3つの角砂糖が発見されました。そのレベルで終戦当時のままで保存されているんです。ここには極東というふうに書かれていまして、日本周辺の様子が地図で表現されています。第二次世界大戦は日本の降伏によって終わりました。これが使われていた頃のマップルームなんですが、机の上に置かれているものとか注目してみると、現在僕が見ているこの角度から撮られた写真ということが分かります。ここが第二次世界大戦において重要な部屋だったんです。その地図の部屋の横にあるのがチャーチルの寝室です。チャーチル自身はこの部屋で寝ることを嫌っていて、首相官邸に戻って寝泊まりをしていたようです。だからこの部屋は広いんですが、ここで寝たのは3回だけでした。奥にはマイクがありますので、ここで放送を行っていたんでしょうか。寝ることはなかったかもしれませんが、何度も使った部屋でしょう。最後に案内機器を返却して、その先に広がっているのがお土産コーナーです。出口から出ると地上に戻っていく階段があります。この内閣戦時執務室を出てきてすぐ目の前には公園が広がっています。地図を見てみますとこんな感じで、公園の向こう側にバッキンガム宮殿があるんですが、第二次世界大戦に関係する場所としてはですね、ここに、シャルル・ド・ゴールというふうに書いてあるわけです。じゃあここに向かっていきましょう。
公園自体は本当にただの公園になっています。第二次世界大戦中はこの周辺にも爆弾が落ちていたんですが、もうねそんな形跡は全くありません。この公園を歩いていきますと、床がね赤いレッドカーペットのような光景が広がってくるわけですが、こちらがザ・マルと言われていましてですね、向こうに行ったらロンドンの中心地、そして反対方向に行ったらバッキンガム宮殿が見えてきます。道路が赤くてレッドカーペットのように見えるというのはわざとでして、当然ですが向こうには女王陛下が住んでいた場所、現在は国王陛下が住んでいる場所がありますので、特別な道なわけです。そのザ・マルを横断していきまして、階段を上っていきますと、向こうの方に銅像が見えております。この銅像の人物がシャルル・ド・ゴールです。シャルル・ド・ゴールというのはフランスの人物です。じゃあなんでフランスの人物の銅像がこんなロンドンにあるのかと言いますと、第二次世界大戦が始まりまして、ドイツが西の方向に入っていきますと、オランダやベルギーは降伏し、そしてフランスも占領されてしまいます。でこの辺り一帯がドイツのものみたいな感じになったんですが、フランス人の中にもですねそれに対抗しようというふうにした人がいました。それがさっき見ていたあちらにいらっしゃるシャルル・ド・ゴールです。で彼がどこに来たのかと言いますと、フランスにはいることができなくなったので、じゃあどこに行くか、ロンドンなんですね。ということで彼は現在僕がいるこの周辺に自由フランスと呼ばれる、亡命国家を作りました。それがここに書いてあります。将軍シャルル・ド・ゴール、これは大統領か、フランスの大統領がここに自由フランスを作りましたみたいなことが書いてあります。横にもなんかあるな。ちょっとこれ読めなさそうだな。ここに書いてあるのは英語じゃないな、フランス語ですかね。どうやらシャルル・ド・ゴールの演説の内容か。シャルル・ド・ゴールはこのロンドンからラジオを通じてフランス国民に対して、我々フランスは負けていない、まだ戦っているんだというふうに主張して、で奮い立たせていったというふうな人物です。その後ここに出来上がった自由フランスはイギリスやアメリカといった連合軍と協力しながらドイツを倒しに行きますので、最終的にですね現在のフランスの国家につながってくるのはこちらの自由フランスです。先ほど僕が歩いていったこの階段ですが、上にいらっしゃる人物がジョージ6世です。彼は喫音症を持っていたということで有名でして、映画にもなっています。英国王のスピーチといった映画です。でその下にいらっしゃいますのが配偶者の、クイーン・エリザベス。彼女と、ジョージ6世の間の子供が我々がよく知っているエリザベス2世です。警察が馬に乗っているんですから、イギリスはすごいです。さてザ・マルをずっと歩いていきまして、バッキンガム宮殿までやってきました。こちらの写真は第二次世界大戦でドイツが降伏した日に撮られた写真ですが、先ほどお話ししたジョージ6世がこのお方で、真ん中がチャーチル、そしてクイーンエリザベスとエリザベス2世がこのように並んでいらっしゃいます。これどこかと言いますと、現在僕が見ているこのバッキンガム宮殿の正面にあるあそこのバルコニーです。ロンドンが空襲にあった第二次世界大戦ですが、このバッキンガム宮殿も被弾しています。当然ですがイギリス国民はものすごく怒ったんですが、エリザベス女王はこれで空襲に被災した地域の人々に顔向けができますというふうに言ったそうです。上に掲げられている旗にも理由がありまして、ここに今イギリスの国旗がありますが、イギリスの国旗がある場合は国王は今外出中となっています。今回の旅行のテーマは第二次世界大戦、特に現在地はイギリスですので、この場所で言いますと、バトルオブブリテンがテーマとなっています。そんなバトルオブブリテンについて勉強するのにすごくいい場所がですね、ちょっと離れてはいますが、このロンドンの北西の方角にありますので、そこに向かっていきましょう。駅から出て東の方向に約10分間進んでいきますと、あそこに書いてある RAF ミュージアムに着きます。見えてきました。ロイヤルエアフォースミュージアムと書かれています。
日本語で言えばイギリス空軍博物館ということです。見てください、無料で入れるらしい。入ってすぐにスピットファイヤーがお出迎え、イギリスを救った戦闘機です。全部見ようと思ったらめちゃくちゃ広いので、今回はバトルオブブリテンに関連する展示だけ見ていこうと思います。いろいろと探しているんですが、もしかして改装されたのかな。さすが戦勝国のイギリスといいますか、ここにね普通にドイツの戦闘機が展示されています。こっちの方を見たら、イギリスの戦闘機なんですけれど、敵国の飛行機を展示できるというのは、戦争に勝ったからでしょうね。バトルオブブリテンまでのドイツ空軍というとですね、電撃戦でものすごい功績を上げていましたので自信満々です。ここにハインケルの111というふうに書いてあるんですが、これが大戦が始まった当初のドイツの主力爆撃機でした。しかし大戦がですねどんどん進んでいきますと、こういった爆弾がどんどん大型化していきます。じゃあ大型化したらどうなるかと言いますとですね、重たくなるわけですから速度が落ちてしまうんです。速度が落ちてしまえば撃ち落とされやすくなってしまいますので、もう途中からですね爆撃機というよりは輸送機としての使われ方が増えていきました。ということでドイツの主力の爆撃機というのはこれじゃなくて別の飛行機になっていくわけですけれど、ドイツの爆撃機といったらこれしかないでしょう。ユンカースのシュテューカです。こちらのシュテューカは、急降下爆撃機といって、ブーンと飛んだ後にぐっと突然急降下をして、でこの急降下をしながら爆弾を落とすという風な爆撃機でした。イメージ的にはですねこんな感じで、水平爆撃だったらここの赤いラインで爆弾を落とすとするとだいたいこのくらいの誤差が出てしまう。しかし急降下爆撃だったら同じような幅でもこの少ない範囲の誤差しか出てこない。だから結構狙った位置に爆弾を落とすということができたわけです。狙いがつきやすいんであれば、じゃあ全部急降下爆撃にすればいいじゃないかというふうに思うかもしれませんが、そういうわけではなくてですね、結構その急降下は機体にダメージがきやすいです。なので、ぐーっていくのは、自分の狙ったところだけを、爆撃したいときですね。じゃあ逆に別にこの広範囲を焼きたいとか、例えば焼夷弾とかを巻いて、でそれで街を焼くみたいな場合は別に狙う必要はほとんどないので、あんまり機体にダメージが出てこないような水平の飛行機が使われていました。そのような爆撃機というのはですね、基本的には爆弾を落とすというのが使命なわけです。もしも空中の方をね爆弾を持っている飛行機がブーンと飛んでいたとしたらですね、敵はどう思うかと言いますと、そいつを撃ち落とそうというふうに考えます。当然ドイツとしてもそう簡単に撃ち落とされるわけにはいきませんから、爆撃機を護衛するための戦闘機を一緒につけて動きます。それがこのメッサーシュミットの109型が、基本的にメインで使われていました。ここに運よく109型があって、特徴がですねこのプロペラ1個なんですが、そのちょっと離れた場所に110型がありまして、こちらはプロペラが2個になっているのが分かると思います。プロペラの数が倍になったというのは、単純計算して馬力が倍になったという話なので、速度も出るようになりますし、他にもこういった重い装備を乗せることができるようにもなりました。今まで見てきたのがドイツの航空機なんですが、ここからがですねイギリスの航空機です。こちらにあるスピットファイヤーとハリケーンなんですけれども、どちらもイギリスの戦闘機ということで、同じように扱われやすいんですけれど、結構ですね違いはあります。スピットファイヤーの方は、めちゃくちゃ速いです。当時のドイツの戦闘機であるメッサーシュミットよりも速かったというふうに言われています。でじゃあそういう話であれば、このスピットファイヤーだけ使っていれば勝てるんじゃないかと思うかもしれませんが、なかなかそうはいかないんですね。こっちは全てが金属製です。だから強いのは強いんですけれども、こっちの、ハリケーンの方はですね金属と木を使って作っていますので量産がしやすいということで、スピットファイヤーだけで作っていくことはできず、ぼやけちゃった。ちょっと待ってくださいね。スピットファイヤーだけで戦うことはできませんので、こちらのハリケーンの方で補っていた。だからもしもハリケーンがなければこの、イギリスも征服されていたんじゃないかというふうなところもありますので、影の功労者的な戦闘機です。このスピットファイヤーとハリケーンのおかげでイギリス空軍はドイツ空軍を下すことに成功し、最終的にヒトラーはイギリスへの上陸を諦めざるを得ませんでした。もうね周りに映り込んでるから分かっているかと思いますが、ものすごい数の航空機がありますのでちょっと回りきれませんね。
イギリスといえば海軍のイメージが強いかもしれませんが、第二次世界大戦においては空軍の活躍がものすごかったことが分かったかと思います。ぜひね、イギリス来て興味がある方はこの博物館を訪れてみてください。それではご視聴ありがとうございました。